雑談です。バラバラです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内友則の面白い方原田専門家でございます。この番組は僕が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、読んじゃったもの、ググったものなんかのお話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと言いながら、ほぼテレビの話しかしておりません。今日もそのつもりです。はい。昨日、一昨日と、一昨日はあれか。昨日ね、お昼から、呼び出されまして、お前ちょっと来いと。日テレの楽屋で待っているということで呼び出されまして、最終チェック、桃鉄のネタのね、最終チェックをして、最終チェックというか、本当に見て確認だけだったんで、もう本当にすぐ終わっちゃって、しばらく楽屋で、だべっておりましたが、ね、その時に、これはあまり言わん、でももう分かっていることか。本人もね、ツイートしてましたけど、かき揚げに髪の毛入ってた事件が楽屋でありまして、ね、それを横で見てましたけども、その時ね、別に言わんでもええけど、もうそこではもう頼まんと、怒ってましたね。でもツイートしてましたね。ちょうどかき揚げだったんでねなっちゃいますよねとか思いながら、そんなこと知ってて、で久しぶりに秋葉原に行って、特に何も予定はなかったんですが、秋葉原に行って、とりあえず持ってた本を読んじゃいたいっていうのと、近田春夫さんの本が欲しいっていうので、一番近いところで買えるところはどこだ、でっかい書店どこだと思って、八重洲池屋にね、秋葉原に行って、持ってた本はあれです。高田文夫先生がすごく面白いと言って、よくラジオの中でもね、話に上がってた本がありまして、どこやったか、ウーバーイーツの配達員の、もう閉まっちゃったな、配達員の本があるんですけど、作家の方が書いてる、それを読んでまして、なかなか面白かったですね。だから配達員目線からの頼む時にはこうした方がいいよみたいなことも書いてあって、僕は頼んだことはないんですけども、なんかいろいろ面白かったですね、っていうのを読み終えて、で朝やん18日火曜日の朝やんが近田春夫さんなんで、やっとね、調子悪くて当たり前近田春夫自伝をね買って、パラパラと読んでおりますが、これね、いやもう分厚いから読むの大変でしょうから、ぜひね、朝やんをご覧いただければ、いかにJ-POP に多大な影響というか、功績ですねを残してきたか。それからまた CM ソングね、もう数々耳に残るフレーズをね、どうやって生み出してきたんだろうかっていうのが、いろいろ聞けると思いますので、お楽しみにしていただきたいというのと、オープニングをね、夜中に作ってたんですよ。で、こっそりね、編集してるところをね、配信して、誰も見てないからね、配信してたんですが、まだ残っているので消しとこうかな。はい、そんなことをやっておりました。でですよ、お待ちかね、見ましただよね。見ました。もうこれ見れるのかな、どうだろう。まだギリギリ多分見れると思う。もう無理かな、どうなんだろう。キョコロヒ20日まで見れるんで、キョコロヒってすぐちゃう。キョコロヒ、テレ朝のバラバラ大作戦って、帯でやっている枠ね、1時56分から2時20分からと、深夜2つでやっている、金曜日が2時20分から月金でやってる帯のバラエティ枠のヒコロヒーのやつですね。これが水曜日の、26時
半からやってるやつですかね。そうですね。26時36分からやってるキョコロヒーという、ヒコロヒーさんと斉藤京子さんが2人でやっている番組なんですが、これがね、この間の回めちゃくちゃ面白かった。あんまりねこう僕見てなかったんであれですけど、この斉藤フロム乃木坂斉藤京子さんが煽りがうまいってんで、じゃあ元祖煽りのひろゆきさんに見せてね、この煽りどうですかというのを見せてたところ、思ったことを言って傷つけててすごいとひろゆきさんがそう言ったんですよ、斉藤京子さんに対してね。でまあ お墨付きをもらってるわけですので、確かにねいちいちねそこ突っ込むかというか、まあ上げ足取りという上げ足取りでもないですけども、こう急にねこうそんなん言ってますけども、ヒコロヒーさんずっと靴の紐ほどけてますよとかね、なんかこうカチンとくるようないいところついてくるんですよね。こうそしてそのワードセンスね、なかなかこれ面白いですよと思って見てたんですが、もっと面白いのがあったんですよ。これね、後半半分ぐらいしたら高弘先生と、ダンスをね学ぼうなのかな見ようか高弘先生とダンスを見ようってんで、ビッシュのプロミスダスターの振り付けとか、まあライブの映像を見ながらこのダンスがすごいっていうのを語ってるんですけども、それがもうめちゃくちゃ面白くて、なんだろうな、この解説の仕方がね、もう熱が入りすぎちゃって、もうずっとパッションなんですよ。パッションやら状態で、もうすごい面白いんですよ。だからぜひ見て、ダンスのね、こう振り付けに対してね、こう歌詞に沿った引き裂くだったらこう引き裂く動作をやるのが、まあ、表読みのダンスで、そうじゃないね、暗示するような振り付けのパターンのことを、まあ、裏読みと呼んでて、このプロミスダスターは表でもって裏で来るみたいな話をしてるんですけど、これも熱入りすぎてもうめちゃくちゃ面白いんで、20日までなんでね、ぜひ見てほしい。あとテラサというかテレ朝なんで、アベマテレビでもこれ無料放送があるのかなので、ぜひね TVer でもアベマでもいいんで、ここだけでも見てほしい。めちゃくちゃ面白いんだよっていうのがありました。キョコロね、これ本当に面白かったな。あとね、こうダンスの解説してるときに、まあ、固定カメラで撮ってるんですけど、こういう動きだって動き回るもんだから全然カメラに収まってないあと急に踊り出したりね、もう本当に面白いね。全集中なんとかの呼吸っつってたらなんだっけな。でまあ本当に最後にね、こうそのビッシュのダンスを見てやべえなと一言ね締めるんですけど、いやお前の方がやべえだろっていうぐらい、いや面白かったですね。キョコロヒーね、5月20日まであるんで、ぜひ、見逃してる方の方が多分多いんで、これねぜひ見ていただきたいと。やっぱり地上のアイドルはねみんなできるねっていうのをね痛感しましたね。あとこの枠で言うとよく見てるのはチャンネルね。ちゃんのこの間のやつはこう2時間カラオケでほったらかしといたらどうなるかみたいなのやってたんですけど、それもなかなか面白かったし、あとはニューヨークね、これも結構ね、昔の深夜番組って感じ。昔のそうですね、サマーズロン、あと漫画道ね、新日ちゃんとか、あとももクロちゃんともやってますね。やっぱりね、あんまり多分年代ですね、あんまりちゃんと見ていないけども、
っていう、この枠はなかなか面白いことやってますんでね、どうかね、こっからゴールデンに上げたいとかそういう野望があるのかどうか分かりませんけども、まあ面白いですね、これもというのを見ておりました。ぜひね、TVer で見逃し配信を見たり、あとはね、本当にダンスのやつはもっとシリーズ化してほしい。多分シリーズ化してたんでしょうけど、本当に面白いんで、いろんなね、解説をしていただきたい。いや、面白かったなといったところですかね。ちょうど時間となりましたね。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。